ないと気づかなくないっていう。これちっちゃい。食われたら買いだ。スターだ。すいません。でも。ごちそうさまでした。世話が焼けるクソたちだぜ。ターボババ、これどういうこと？やる気起きねありますよね、こういうの。なんか現実逃避さしてたらさ、現実逃避してる自分が嫌になってさらに現実逃避しちゃうみたいな。何やってんだろう。まあひとまずね、アニメ一本見ようか。戦うようなやつとはやりたくないな。やるなら自分とだけ。いやもうどうしようかな。もうすぐ1時だよ。何してんだよ、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 何してんだよ。マジでやる気でね。朝から何したってさ、動画 3,4 本見てさ、飯食いながらドラマ1本見てアニメ1本見ただけ。何してんだろう本当に。時々起こりますよね。何してもなんかうまくいかないし。さすがに何かしないとな。どうしよう。ちょっとまあやる気は起きないけど、ひとまず外に出る、それを目標にしよう。一旦片付けて、ご飯食べ終わったの片付けて、外に出るっていうのを目標にして、まずはねそれでやってみよう。いやーマジはい、ひとまずね着替えて出かける準備をしたわけなんですけれども、まあ相変わらずやる気は出ないということで、ちょっと外出て、カフェでも行けば少しはね雰囲気も気分も変わると思うんで、それを目指して頑張りましょう。いや本当はね別の予定を取るはずだったんだけど、ちょっとそれが寝過ごしてしまったっていうのも大きいんで、こういうリアルな日常も届けられたらおもろいのかなって思ってひとまず回し始めましたけど、今んとこ何も取れ高がない。行くか、とりあえず行きましょう。まずはね外のカフェに行ってきます。うわ太陽眩しい。行くかカフェ。いわゆる前のシャープ中のカフェに来ました。カフェに来ただけで偉いわ。Ja, ich bin Business. Ja,我做まあね、やる気は相変わらず起きないんで、先に YouTube でね、タスクをしていきましょう。ね、やっていくか。来れただけで偉いんでね、ちょっと頑張りましょう。まずは YouTube のタスクをしましょう。頑張るか。ちょっと調子乗ってきた。勉強とか編集ガリガリやっていこうかな。気分がだんだん上がってきました。
車のね調子出てきたし30分ぐらいいるんで一旦場所移しましょう。帰ろう。よいしょかな。部屋でやるか。テイクアウトどっかで買って帰って部屋にやりましょう。引き続き調子乗ってきましたね。ガンガンライマー。よいしょ。さあさっきのペースのまんまやっていきますか。よし。お、うまっ。ジャスミンラテみたいな。うまっ。よし、やるか。休憩中もスクワットをねしていきましょう。集中を切らさないプラス携帯も触らなくていいし脳に血液を送れますと。いやーだいぶ集中してました。実はもう11時前ということでかなりがっつりやってましたね。もう夜ご飯も特に食べずに一気にやっちゃってだいぶお腹空いてるんですけど、要望が一つ実は来てまして「What's in my bag」カバンの中身は何だろうなっていうのをやってほしいっていう要望があったのとお仕事もいただいたので、この休憩がてら一旦机を軽く片付けて「What's in my bag」を撮ってみたいと思います。いやーだいぶ頑張ったな。6時間ぐらい一気にやってたんじゃない？勉強と編集と半々ぐらい。でもねやっぱ疲れてないですね。なんかすごいいい感じ。はい、ここから片付けて後ろにあった机をこう綺麗にしまして整えました。撮影スタジオ、なんならカメラを1台2台3台さらにこれでこの体勢で臨みたいと思います。さあ早速What's in my bag撮影していきましょう。こっちのカメラも OK、iPhone も OK。よいしょ。僕のバッグです。じゃじゃーん。これバッグなんですけどピューロっていうのかな。まあ多分ピューロって書いてるよね。どっかのブランドでこれは中古なんですけど多分ブランドだと3万ぐらいするバッグ、すごい気に入ってます。合成革でチャックがめちゃくちゃ多いんですよ。これめっちゃいいバッグなの。入ってるもの後でね紹介していくんですけど、ここにまずチャックがあるでしょ。ここが折りたたみ傘が入るようになってて中がビニール仕様になってて濡れた傘入れても濡れないっていう。でこっち側にもチャックがあって中にもチャックが3個、あとメガネケース入れて、さらにこれスーツケースにもしっかり留められるという。 MacBook とか iPad とか大きいものも全部入る。でこの容量気に入ってるこのバッグめちゃくちゃおすすめです。ちょっと高いんですけど僕中古で1万円ぐらいで買いました。まあバッグはねいつも身につけるものなんでそういう場所には投資を惜しまないということで、このピューロのバッグ、まずこのバッグリュック非常におすすめです。それではバッグを紹介していきましょう。まず1個目はこの何と言っても一番よく出てくる MacBook Air です。この MacBook Air なんですけど2020年 M1 のチップが一番初めて出た年に買いました。医学部の6年間全部使えるようにって買ったんですけど、編集してると結構これでも物足りなく感じてます。実はシールをだんだんと貼るようになりまして、シールない方がかっこいいのはわかるんですけど、お土産とかでステッカーを買って行った先の思い出にいろんな場所で買ったやつを貼ってます。メモリはですね 16GB かな。で容量は512GB だった気がします。なんとかこれで編集を頑張ってます。その次最近実は iPad を変えまして iPad Air になりました。13インチの iPad Air M2 のメモリ入りです。容量は 512GB 入ってます。前のね iPad Pro 使ってたんですけど容量がだいぶちっちゃくて多分 64GB だったのかな。教科書とかいろんな素材を入れてると全然使えなくて容量が足りないっていうことで iPad Air にしました。完全に勉強用の iPad です。もう一個の iPad Pro は今娯楽用の iPad Pro になってます。だいぶ贅沢な使い方をしてますね。これは去年買ったかな。2024年に買ったと思います。
これね、よく出てくるやつなんですけど、いつか紹介したいなと思ってたんですよ。もうこれ専門で実はね、紹介用のね、撮影も撮ったんですけど、実はまだ紹介してない。ロジクールのトラックボールマウス。このマウス、まず角度が2段階。で、マウスって普通こう動かすじゃないですか。このマウス、手をここに固定したままでいいんですよ。トラックボールっていうくるくる回るボールが自分の親指で操作することによってマウスのカーソルを動かすことができて、でさらにボタンがたくさんあるの。1、2、3、4、5。ショートカットを合計で20近くたくさん割り振ることができて、アプリごとにもショートカット割り振ることができるので非常に重宝してます。マジで効率化の極みと言っても過言ではないし、僕もまだまだ使い切れてない。それぐらい便利なトラックボールマウス。これはね、やっぱいい買い物しましたよ。ちなみに部屋ずっと置き用はもう1個のマウス使ってます。ロジクールの。ちょっとこっちはボタン数も少なくて軽くて、はい、トラックボールマウス。で、次。ティックタイムプロですね。ポモドーロ。いつも絶対これ使ってますね。ポモドーロで集中したいときは15分から始めてもいいし、25分でもある。25分のタイマーがあるっていうのがね、いいですよね。チカチするだけでポモドーロが動くんで、これは非常に重宝してます。と、充電コード系を。充電コードっていつも絡まるよな。SSD っていうやつです。ちなみにこれ4テラあります。でももう半分ぐらい使ってます。2テラ。これ全部 YouTube の素材とか編集データとかでもうパンパンです。ちなみにハードディスクも最初こっち来た時には2テラの持ってきて、それもマックスになって今4テラので今半分使ってます。こういうね、素材をいっぱい取ってるとパンパンになるんですよ。サンディスクの SSD です。これも超優秀。次。うちわがまだもう2つありました。下のコンビニので配ってたうちわ。これは学校のイベントか何かで配ってたうちわ。3種類のうちわ。こんなにいらんやろ。うちわついでにセンスも入ってます。これはダイソーで買いました。センスです。暑いんでね、夏はね。はい、次。マスク。日本で買ったやつだな。割り箸が、インゼンと串が1本。なんで入ってんねやろっていう。カミソリ。これはホテルとかでもらえるカミソリです。シェーバーも入ってます。折りたたみ傘。こう開く。こちらキーボード。これもパソコン周りですね。これ3話のキーボードで、こだわりとしては US 配列ですね。日本語かな配列じゃなくて US 配列のキーボードになってます。この方が中国語の P も打ちやすいんでね。3話のキーボード。これ2000円ぐらいだったかな。パスポート。前回帰国した時のまんまだ。ゴミ捨ててない飛行機の往復のチケットとパスポート。はい、日本人です。コンビニのビニール袋。三角に畳めます、僕は。流せるポケットティッシュ3つ。ウェットティッシュ。いや、ほんと、絆創膏。マジでもしもボックスだな。そして最後にこれですよ。今回のメインディッシュですね。ちょっと汚らしいもの片付けようかな。一旦置きまして、メインディッシュです。今回のラストに紹介したのはこのペンケース。これもうこの高級感たまらんよね。めちゃくちゃいい。肌触りも。本革の香りもすごい好きで、これフリースピリットさんっていう革小物とかカバンとかがめちゃくちゃ有名なブランドからご提供いただきました。ありがとうございます。最初も言いましたけど、特によく使う身の回りのものにお金をかけるってすごい大事じゃないですか。Mac とか電化製品とか、特に僕の場合マウスもそうですし、タイマーもそうですし、筆箱ですよ。筆箱って一番よく使うアイテムじゃないですか。中高生なんか特に一番よく使ってるアイテムじゃないですか。毎日絶対使うアイテム。そういう毎日よく使うアイテムをモチベーションの上がるものに変えるだけで、よし勉強しようってなるような、これってすごく大事だなって思うんですよ。視界に入るだけで、よし頑張ろう、これ使ってる俺かっけーって思えるアイテムの一つだなって思います。これね、何がいいかっていうと、やっぱり本革を使ってるんで、香りもいいですし、この質感もね、たまらないですよね。で、特に革の製品って使えば使い込むほど味が出てくる。自分だけにしかない味が出てくるんですよ。自分の成長とともに革も成長するなんてすごい素敵じゃないですか。俺このペンケースと頑張ったなみたいな。素敵じゃないですか。シンプルさといい、スタイリッシュさ。デスクに置いておくだけで見栄えもいい。大人の文房具って感じですよね。かっこいいのがやっぱ一番ですよね。おしゃれさっていうのももちろん大事だと思うんですけど、やっぱ筆箱って毎日使うから実用性も大事じゃないですか。何より一番いいのがファスナーの開け閉めがしやすい。よく見た
たらわかるんですけど、横側までしっかり開くようになってるんで、中までしっかり見えるんですよ。さらにこのケース、15本ペンが入ります。15本って結構多いよね。スタイリッシュなだけじゃなくて、機能面もめちゃくちゃいいし、収納力もバッチシ。非常に使いやすいペンケースだと思いません？で、気になるのは値段だと思うんですけど、まあやっぱりちょっと高いんですよ。それは革使ってるし、こんだけ機能面もいいの使ってるし。でも、値段がちょっと高いのがいいっていうのは何がいいか考えてみてください。プレゼント用に最適なんです。このおしゃれさ、さらにこの高級感、この実用性の面を加味した上で、値段が少し6000円前後、ちょっと大人の高級なプレゼントとして、すごく最適だと思いません？例えば、親御さんから子供とか大切な友達にペンケースをプレゼントする。何がいいかって日常的に使ってくれるのもいいですよね。プレゼントしたものをしっかり使ってもらえるし、なおかついいものだし、ちょっとした特別なねギフトとして実用性も兼ねつつ、おしゃれさも兼ねつつ、そんな感じでね、こういう身の回りのものからモチベーション上げたい人だったり、文房具ちょっと迷ってるなって人だったり、プレゼントなんか探してるなって人おすすめなんで、ぜひ概要欄にリンク貼ってます。もちろんねプロモーションではあるんですけれども、僕としてもいいものしかプロモーションしないんで、たくさんねいただいてる中で選んでプロモーションしてるってことだけ分かってください。引き続きね、僕もこのペンケースと一緒に勉強頑張ります。ということで What's in my bag 終わりました。ちょうど12時ぐらい、1時間くらい撮影にかかりましたね。もうちょっとだけ復習して、明日もね日曜日なんで、ちなみに明日はねラグビーの練習があるんで絶対起きると思います。起きないとやばい。もうちょっとだけ復習して、今日やったところとかをねアウトプットして復習して寝たいと思います。What's in my bag でした。よし終わり。おつ。さすがに飯食ってなさすぎて夜食。東海オンエア見ながらラーメン食います。飯テロすぎる。ごちそうさまでした。よし、また編集というかちょっとだけ復習して終わりにしましょう。勉強戻ろうか。Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing. Please don't fall in love, 'cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. 'Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush, crush. よし、お疲れ様でした。終わりたいと思います。軽くね復習も終わったので、そろそろシャワーも浴びて寝ようと思います。今日は別の企画を撮るはずだったんですけど、朝起きたらもう11時ということで、急遽横に置いてあったカメラを、準備してたカメラを回して別の企画をというか、リアルな一日を撮ることになりました。こんな日がねたまにあってもいいですよね。皆さんだってできないことも時々あると思います。そういう時は小さなステップを、特に僕の場合カフェに行くっていう、外に出るってことをね目標にしたんで、そのできるをね、ちっちゃなできるを積み重ねていくことで一つずつまた進めていけるかなっていうふうに思います。皆さんもぜひちっちゃなプライドとか自分の完璧主義とかは一旦置いておいて、まずはこれをやろうと、これできたら偉いと、そういった感じで褒めてあげると一歩進めていけるかなっていうふうに思います。結果としてね結構勉強もできましたし、練習もできましたんで、こんな一日にあってもいいっすよね。で、疲れた顔してますけど、だいぶ途中ねWhat's in my bag も終わらせたんで、だいぶ疲労感がマックスでございます。今後もねいろんな動画編集途中なのでいっぱいあります。特にねよくご覧いただく試験前の動画も編集中でございます。そちらも楽しみにお待ちください。僕もねこうやって頑張ってますので、勉強に、病院実習に、編集に、そしてラグビーに、マラソンに行って、いろんなことを挑戦してます。あと筋トレもね目標も掲げてやってるんで、皆さんもぜひ一緒に頑張っていきましょう。いつものねチャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしてます。本当にいつもコメントくださる皆さんありがとうございます。嬉しいです。いつもコメントが本当に励みになってます。じゃあ今日はこの辺で、僕はねこの後シャワー浴びて寝たいと思います。皆さんもお疲れ様でした。一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。再见。おやすみなさい。Sweet and sour, a sugar rush that lasts for hours. You drive me mad.